んにちは、はるかです。まいです。はい、ということで今日もまいちゃんに登場してもらいました。こんにちは。こんにちは。今日はまいちゃんと一緒に日本と海外の恋愛の比較をしていきたいなと思います。面白いかも。そうなんですよ。なのでちょっと皆さんと一緒に、もし自分の国はこんな感じだよとかあったら、ぜひコメントで教えてください。それでは行ってみましょう。日本とその海外の、なんていうの恋愛ってさ、結構違うってよく聞くじゃん。聞くね。ね、なんか結構有名な例でいくと、日本はちゃんと告白する文化がある。なんか好きです、付き合ってください、お願いしますでやっと付き合う。けどアメリカとかかな、はなんかもう付き合ってるよねみたいな、私たち。確かに聞くかもそれ。ね、なんか告白の文化があんまりないみたいなのを聞くんだけど、それってさ、どうやって付き合ってるって判断するんだろう。確かに、なんか区切りがないってことでしょ。そう、めっちゃ仲のいい友達なのか、恋人なのかっていう区切りってさ、結構難しいよね。難しいよね。なんかさ、片方がそのつもりでもさ、もう片方は違ったみたいなパターンになったらさ、結構困るよね。付き合ってないけどみたいな。そういうことも逆にあるのかな。ありそうだけどね、雰囲気なのかな。察してみたいな感じ。どうなんだろう。難しくない？結構難しい。だよね。だからね、そこら辺とかもやっぱ難しいなって思う。だってさ、もしさ、まいちゃんさ、今彼氏いるじゃん。で、告白されて付き合ってるじゃん。じゃなくてさ、もう俺ら付き合ってるよねって言われたらさ、びっくりしない？ちょっと嫌かも。何その感じってなっちゃう。そうだよね。だからね、なんかその文化ってすごいなって。そうだね。よく聞くけど、実際に自分がそうなったら結構びっくりしちゃいそうだなって。なんかさ、その恋愛のとこじゃない話で言うとさ、日本人の方があんまり物事を言わなかったり、察してとか空気を読むとかっていう文化があって、逆に英語圏の人たち、アメリカとかって、なんかはっきり物を言うのがいいみたいな文化があるのに、そこだけは逆なの？確かに。って思う。確かに。だってさ、日本ってさ、その、はっきり言葉にしないっていうのが結構相手のためだったり、そう。なんか、思いやりだったり、そういうちょっと気を使う文化だったり。そうだね。だけど、あれなんじゃないかな。逆に、それをしなさすぎるから、告白しないと付き合えないんじゃない？空気読みすぎてってこと？そう。なんだそれ。一回はっきりさせとかないと、お互い気使ってずっとさ。なるほどね。なんかちょっとこうやってなっちゃうんだ。私たちってどういう関係なんだろう。なりそう、日本人。そう。だけど、もし海外とかだったら、私たちって今どういう関係って気になったら聞けるんじゃないかな。なるほどね。で、そこで付き合ってるよねみたいな感じで意思確認をする。ありそう、ありそう。予想だけど。皆さんちょっとどうですか？なんか、告白する文化があるよっていう方だったり、逆にあんまり告白するっていうよりかは、さっきみたいにもう付き合ってるよね、私たち、みたいな、そういうもう確認系の文化なのか、ちょっとぜひぜひコメントで教えてほしい。なんか今アメリカを例に出して言ったけどさ、他の国とか全然わかんないもんね。ね、でも韓国とかって告白、なんかね、それこそハン君は告白してくれて付き合ってるから、告白する文化なのじゃないか。なのではないか。なのではないか。告白する文化じゃないのかなとは思う。でもそれははるちゃんが日本人だから日本人の文化に合わせてこういうもんなんだって、勉強してというかやってくれたのか、それとも韓国でも同じような感じなのか、どっちなんだろうね。でもなんか私たまに韓国のドラマとか見るんだけど、なんか付き合おっかみたいな言葉は結構出てくるの。そうなんだ。じゃあ日本と似てるのかな。なのかもしれない。結構なんか、日本ってさ結構有名じゃん。好きです、付き合ってください。あるね。でこうお願いしますみたいな感じじゃん。あるね。だからなんかそれに近いんじゃないかなと思うけど、そうか。ってどうなんだろうね。どうなんだろうね。だからそういうのは結構気になるし、私とかは結構そのハン君と付き合ってびっくりしたのが、日本人ってさあんまりなんて言うんだろうな、恋愛の中でもさ、こう彼氏とか彼女とかにさ、好きだよとか愛してるよとかってあんま言わなくない？言わないかも、あんまり。だよね。なんか、言わなくても分かってるみたいな、なんかもうあえて言葉にしないことが、それこそさっきの話だよね。そうだね。察してじゃないけど、一緒にいるってことは好きだよねみたいな感じだよね。だけどハン君とかはもうめっちゃ日本語ではしてこない。韓国語で。そうなんだ。そう、多分日本語で
言葉にすると多分変な感じするんじゃないのかな。だからめっちゃ韓国語ででもその愛情表現はしてくれるから、なんかすごいなって思う。最初はね、正直慣れなかった。そうだよね。そうなんかどんな反応していいか分かんなくない？ありがとうみたいな。なんて言ったらいいんだろう。私もとかね。そう。だったけど、結構そこはね、文化の違い最初めっちゃ感じたね。へー。そっか、今はもう慣れた？今はもう慣れた。はいはいって。はいはいはいって言うの？はいはい、私も。適当すぎ。そうなんだ。そうなんか私はやっぱり根っこが日本人だから、なんか私も言葉にするっていうのは結構苦手で、はいはいって。ハン君はそれでいいの？ハン君はそれで慣れてる。あ、そうなんだ。別にもっと言ってよとかはないんだ。ない。じゃあ別にいいね。そう。だからね、やっぱそういうのは結構不思議だった、最初は。しかもさ、日本人ってさ、よくあるのがさ、なんか内と外の境界線がはっきりしてる。内側、外側みたいな感じで、自分の内側で見せる自分と、外側で見せる自分って全然違う。そうだね。みたいなのが結構はっきりしてるじゃん。だからなんか、まあ、内側って思う場所、家の中とか、家族と一緒にいる時とか、それこそまあ彼氏といる時が内側、でそれ以外の外側、こう外歩いてる時とかだと違うから、お家の中だと彼氏と結構くっついたりして、一緒にこうキュッてやるのに、外に行くと手もつながないし結構ちょっとさっぱり歩く人とかも多いじゃん。はいはい、そうね。なんかああいうのも韓国とか行くとさ、もう横断歩道でハグしてるとかさ、横断歩道じゃないか、信号待ってる時に、もうハグして待ってるとか、エスカレーターもハグしながら降りてるとか。あ、でも確かに、前レストランで働いてた時に、それこそ韓国のお客さんとか結構来てたけど、大体カウンター席だったんよね、全部が。で、男の人が大体こうやって彼女にこうやってやりながら食べてたりとか。わかる。自分食べ終わってその後彼女が食べてる時にこう腰に手を回してたりとかしてて、邪魔じゃないって思ったことある。いや、あるよね。なんかさ、オーストラリアもそうかな、アメリカとかもそうだったんだけど、なんか普通にこう路上でキスしてたりとかしてたね、こうハグもしてたりとかで、なんか本当にそういう表現がね、すごい、なんていうんだろう、外とか関係ないんだなって、そうだね、オープンだなって。誰が見てるとかじゃなくて自分たちの世界でやってる感じだよね。そう、だからあれは結構ね、カルチャーショック受けてた。そうだね、確かに言われてみればそうかも。日本ってあんまそういうのないよね。ないね。まあ、なんだろう、程度によるっていうかさ、外で手つなぐはできるけど、ハグはしないとか、そのね、多分あれがあるけど、結局まあ人によるんだけど、にしても割合で見たらめっちゃ少ないよね。キスはしないよね。そうだね。9割5分ぐらいの人はキスはしないね、外で。でもさ、海外とか歩いてたらめっちゃするよね。してる。映画の中とかすごくないもん。めっちゃしてる。本当にみたいな。駅だよね、そこって思う。電車でさ、ただ仕事行ってくるねみたいな時にさ、そうみたいな感じじゃん。本当にってなるけど、実際行くと本当だよね。そう。やってるね。だから結構そういうのはね、カルチャーショック受けるかな。確かに。そうかもね。面白いよね、そういうのも。かな。で、だからまあ、日本と海外の恋愛観って結構違うなとも思うし。そうね。だから国際恋愛ってまあはるちゃんもねそうだけどさ、まだ韓国だからちょっと近いところがあるのかもしれないけど、それこそアメリカの人と日本の人でとかさ、難しいんじゃないかなって思う。最初はいろいろね、話し合いだろうね。そうだよね。私はこうだから、あなたはこうだからっていうのをお互いに知っていくっていうステップがめっちゃ必要。ね、そこでちゃんと話さないとさ、なんかお互いの文化とか今まで育ってきた環境とかを否定することになっちゃったりとかするじゃん。そのつもりなくてもそれが普通っていう風に言い切っちゃうと良くなかったり、ね、でもそっちの文化はちょっと恥ずかしくてできないとかっていう気持ちもさあったりするしさ、難しそうだよね。自分がどこまでができてどこまでができないとか、やっぱさ、まあ日本人同士でもそうだけど、相手をちゃんと知らなきゃいけないじゃん。そのステップがこう海外の人と付き合うっていうのは結構大きくなっちゃう。そう思う。すり合わせる段階がすごく長いと思う。私もハン君とは結構そこら辺はいっぱい話したし、そうなんだ。
なんかね、国際カップルあるあるだと思うんだけど、なんかね、結構お互い別にこう政治に詳しいわけじゃないのに、政治関連の話題とかになると喧嘩になっちゃったりすることもあって。あー、なるほどね。だからただ文化の違いとかだけじゃなくて、政治ってさ、自分たちが学校で習ったこと、でその国によって違うじゃん。そうだね、そうだね。だからお互いうろ覚えの知識なのにこうじゃん、なんでそんなこと言うの、こうじゃんみたいな感じで、たまにこう喧嘩になったこともあって、だからなんかやっぱりそのどっちが正解とかっていうのはないから、そうだね、それぞれの普通とか当たり前があるからね。だからお互いそういう話はしないようにしようとか、あとはハン君はこういうことがなんて言いたいんだなとか、っていうのをお互いにこう理解ができるようになるまで、っていうのはめっちゃ会話を重ねるしかない、そうだね、確かに。そうだね。それはそうかも。そういう部分もあるのか。文化の違いだけじゃなくて、歴史的な背景があったりするのか。うわ、難しいね。だから政治の話はね、しないようにしてたり。でも、インスタとかでね、こう国際カップルあるあるとかで見ると、結構なんかその喧嘩の理由の1位に政治的な理由とかあるの。そうなんだ。そう、だから別に政治にめっちゃ関心があるとかではない人でも、なんかちょっとしたことで、って思っちゃって喧嘩になるっていうのは、なんかあるのかなとは思ってて、とか、あとやっぱ文化の違いもめっちゃ大きいから、そういうのを最初は乗り越えなきゃいけないなっていうのは体感したね。なるほどね。確かに、あれだよね。その政治の話をしようって最初から意気込んでるわけじゃなくても、なんかニュースを見ててこれってさってコメントしたことがそっちに繋がっちゃったりとか、変な受け取られ方をしちゃったりとかすることはありそうだよね。そういうつもりじゃなかったみたいな。でもなんか引っ込みつかなくなってこうでこうでとかって言っちゃったら、そうありそう、そういうのは。お互い得しないよね。でもまあまだ日本と韓国で文化も比較的近いからここで収まってるけど、やっぱりもうちょっとこう広い距離になってくると、いや本当にね、本当にねすごいなって思う。世の中の国際結婚とかされてる人とか見ると、かな。まあでもやっぱその国際的に見ても、恋愛観って全部違うじゃん、国によって。だからなんかそういうところをなんか比較するとかっていうのはめっちゃ面白いなと思ったし、多分私たちが今言っただけじゃなくて多分もっとある、いやもっとあると思う、知らないだけでびっくりするような愛情表現の仕方とかさ、絶対あるよね。あるよね。ちょっとぜひコメントで皆さん教えてください。ね、知りたいよね。恋話しましょう、一緒に。コメントで恋話しましょう。楽しい。ね、楽しいよね。結構ね、日本とかってさ、なんか、まあ、愚痴みたいな感じだけど、女の子同士とかでさ、なんか彼氏がさ、最近こんなことあってさ、とかさ、言うね。そういうのも恋バナの中でよく話すじゃん。話す。で、それはダメだよ、とかさ、言うね。そう、逆にさ、優しいじゃん、彼氏とかさ、そう結構日本の女の子ってこう集まると、そういう彼氏の話をめっちゃするんですよね。する。そうぜひぜひ皆さん待ってます。一緒に恋話しましょう。しましょう。はい、という感じで今日の動画は以上になります。で、前回の動画でもお話ししたんですが、まいちゃん、実は今回、このコラボ動画限定でディスカウント、そのトライアルのレッスンのディスカウントをしてくれてます。はい。ですね。で、前回の動画でどんなレッスンがあるのとかは詳しくお話ししているので、気になる方、前回の動画見てみてください。お願いします。お願いします。はい、ということで今回の動画以上になります。また来週の動画でお会いしましょう。またねー。